はい。どうも皆さん、こんにちは、クートルです。もう壮絶な闇子戦場がもう終わりまして、ちょっと休む暇もない状態なんですが、もうね、1ヶ月も経たずに光子戦場ということで、皆さんお待ちかねのガチ勢対談の時間ですよ。で、本日は、光属性をそのメインで取り組んでいられる、そのグリさんに来ていただきました。では本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。光属性割と好きでやってるグリです。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。なんといってもね、そのグリさんといったら、結構知ってる人もいるかもしれないですけど、グリライブの団長だったっていうところが、自分としては一番印象深いなっていう風なところなんですよね。去年の光子戦場で割とホットなお祭り団だったと思うんで、それはなんかみんなにしてもらえてると嬉しいなって思いますいやでもなんか見たら忘れられないですよね、グリライブっていうのがなんかその団としてすごいそのグリライブの団長ということで自分もかなり印象深いんですけど、なんかあれですもんね、その個人のランキングとしても結構高い順位取ってましたもんね。そうですね、去年は結構、みんなの力もあって楽しかったなって思いでいっぱい楽しかった、辛かった、ちょっと微妙なラインですけれど話聞けば聞くほどどんどんちょっと怪しい方向に行きそうですけどいやということでね、でもそういう風な印象深い段だっていうところもなんか自分もかなり覚えてたんで、ということで、光子戦場に向けて、このガチ勢対談っていうのは、これから光属性を強化していくとか、光属性もともとやってるけど、どういう風に今後詰めていこうかなっていう風な人に向けてやるっていう風な対談なんですけど、光属性やってる人に話を聞けるっていうのがすごい自分としても嬉しいんで、いやこちらこそクワトロさんと話して新しい発見があるかもしれないんでよろしくお願いしますいやそんないきなりハードル上げられても何も出ないんだよなこのガチ勢対談するときにはいつもこれ恒例行事なんですけど、グリさんが光属性に対してどれだけ入れ込んでるかを見せてもらうっていうところを毎回最初にやって、なんか前の動画とかでも自分見させてもらいました。あれですよね。見ました？はい、それあれですね。例のあれです。例のあれです。はい。前の人より持ってる方だったら怪しいんですけど、大体光はこんな感じ。だからルオー拳がやっぱ3本あるのがやっぱですね、覚悟っていう感じしますね。ルオー拳に関しては許されない引きをしたのでそうなんですか。ありがたかったんですよ。あまりなんか人前で言えないような引きしちゃったんですね。ちょっと夜道歩いて刺されちゃうかもしれないんでそこはあんまり触らんとこって感じですね。でもここら辺はこう涙なしには語れないって感じの引きだったんでなるほど。そうやっぱねこう偏りってありますよねそうですね。グラブルやってるとどうしてもね、上振れ下振れと付き合いながら生きていく人生みたいな感じですからね。そうですよ。はい。じゃあリビブ系はこんな感じで、石油、ルミナスとかもあると思うんですけど、石油とかどうなってます？ちょっとね、そんなに多くはないです。一時期は流行りましたよね、ウルリクーミ。流行りましたね。強バカで強いみたいな。なんかあれですよね、ハルモニア出た当初みたいな感じじゃないですか。そうですね、ハルモニアとか、やっぱこれ、ボルテージ乗るじゃんみたいな感じで。確かに。あれ見た時めっちゃ欲しかったですもん、俺も光ウルリ。実際は結構1年ぐらい使い通したんで、自分は。後悔はないですね。楽しかったっていう思い出の武器って感じです。で、その左に新しいニューウェポンが出てきた感じですね。やっぱこれはもう今のビッグウェーブを乗るには必須のかっちょいいかもしれない。いやでもこれ気になってる人絶対多いんで、ちょっとそういったところも実際この後移行ラインとか強化ラインとかを聞いていく上でちょっとぜひ聞きたいですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、本日対談で聞いていくその中身については今ここにちょっと画面で出してると思うんですけど、全部聞いてしまうとちょっと時間的にもうなんかとんでもない時間の動画になってしまうんで、今回は第1弾として上石、ゼウス編成の移行ラインと、あとは理想的にどういった武器編成とかどういったその編成になるのかっていうその充足ラインと、あとは召喚石でどういったものが必要なのかっていうところに分けて、この3つを今回聞いていこうと思うんで、多分キャラとか厳選とかそういったムーブとかも気になる人はいると思うんですけど、それはこれの1個後の動画を頑張って作るんで今回はねこれを見てもらってしばらくお待ちくださいということで、とりあえず今日は武器と召喚石を話していきましょうか。はい、それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず武器からって感じですかね。そうですね、武器から。今マグナ編成を使ってて、その武器をほとんどとつってないっていう風な人がこれからゼウス編成をする
時に、どういった移行ラインとして見てるのかなっていうのをちょっと最初に聞いてもいいですかね。わかりました。まあ一番は結局こう何がいるかっていうと、この子がいるんですよ結局は、ハルモニアさんがないと、その上石にしろマグナにしろって感じなんで、なんかとりあえず別にこう光を強くしたいって思うなら別に移行とか何も考えずに、ティア1っていう形っていうのは、ハルモニア2本ですね。全人類一致してそうな意見ですけど結構今までマグナでやってた人ってそのマグナにそこまでヒヒ玉を突っ込むみたいなこと多分してない人がほとんどで、無凸でなんとかやりくりしてる人が多いと思うんですよね。そうですね。上石に移行するっていうことは多分あれですよね、光属性を強化したいとか光属性をもっと強くしたいっていう風な意思があると思うんで、やっぱそう考えるとハルモニア2本を4凸作るっていうのはやっぱスタートラインとして意識ありますよね。そうですね。でこの後に何をやるかっていう風なところが結構ネックになってくると思うんですけど。そうですね、やっぱなんやかんやこれの1本目がエデンですね。エデンさん、2本目とかはね、ちょっと今の環境かなり怪しいかなっていうのが自分の意見なんですけど、1本目に関しては、とりあえず使えると思います。確かに自分なんかマグナとかでもいろいろやってるんですけど、なんか最初多分マグナってシュバコトとシュバケンを並べるみたいな感じでもやっぱエデン1本あるだけで全然やっぱ軽く変わってくるんで、今これがレスラーになってるんですけど、なんかレリバーにしてもらった方が分かりやすいかもしれない。でそうなってると確定枠、これあれですよね、レリバなんで手動編成だとして、あとなんか移行するときに欲しい武器ってありますかね。そうですね、割と自分の中でおすすめが実はあって、もうゴミカス呼ばわりされてた時なんですけど覚醒ってやつが来てからこの子が強いんですよね。岩盤ですか。ここでそうなんですよ。もちろんこの上の方のね、この3って小とかは結構偉いんですけれども、やっぱこの覚醒攻撃めちゃめちゃ強いですよね普通に。なるほど。ここ岩盤なんですね、優先的に。そうなんですよ。連撃とか、後々ね、ムーブを組んでいくとかなるとめちゃめちゃ大事で、もっとこの3手出してみるんですけど、単純にやっぱダメージ上限も伸びるし、後陣3に後陣を持ってる、輝きます、この子は。それってあれですよね、今移行ラインみたいな感じで優先度高めの武器で言ってもらってるんですけど、これ最終編成にも入るってことですよね。そういうことです。結構しばらく、なんかちょっと1年後くらいにはね、上位互換が出て死んでる可能性はありけりなんですけど、とりあえず今輝いてる方だったら割とこの子ビッグウェーブに乗ってると思います。これ結構なんか意外な人多いかもしれないですね。そうですね。なんかエデン2本目かみたいな、そこら辺で悩んでるんじゃないかなと思うんですけど、自分的には今の一押しはこれって感じです。昔からやってる人だったら素体あるみたいな人は結構いるかもしれないんで、そうですね、作ることだけやったらできるかもしれないですね。割と重ねちゃってるっていう可能性もありますけど、自分もこれそれこそ重ねてて、素体が今2本目なくて、もう1本見繕わなきゃいけないなって感じなんですけどちょっとこれ岩盤今持ってる人なんか素体重ねるの注意ですね、これじゃあ。そうなんですよ。ちょっと気軽に重ねない方がいいんじゃないかなと思います。なるほど。じゃあちょっとその辺は理想編成のところで聞いていきますか、詳しく。 OK です。じゃあエデン岩盤となんかちょっと意外なのが飛び込んできたんですけど、ここからなんか欲しい課金武器ってありますかね。岩盤が1あったらいいみたいな話だったと思うんですけど、無限とフロレンスとかも一旦いる前提で編成考えるとしたら、エデン1、岩盤1、ハルモニア2、この空いてる4枠って何で保管します？シュバコトでいいと思いますよ。シュバコト3本目とかじゃないですか。ちょっと今ここにないですけどそれこそメインをゼノコロだ。レギュラーだったらゼノコロにして。なるほど、確かにこれですね。1本ぐらい何かしら持ってる人って多いと思うんでエデンなのか岩盤なのか。でもそう考えるとちょっとエデン2本目が無難な気はしますけど。でもデビューするとしたら多分その涅槃の2を連撃率で持ってサボるみたいな感じじゃなくて、多分週末を神週末で渾身にしてエデンの代わりみたいな感じで軽く持って、あとは持ち合わせの武器で埋めるが多分移行ラインとしては良さそうな感じですかね。そしたらそうですね。なんか埋める武器はもう無料武器で、特にこの3本が強力なんでね、この下にある
上石渾身の週末、まあこれルオ拳想定なんでちょっとそうなんですよ。完成形的なダメージなんですけど、この状態でシュバコトとエデン変えるとどうなりますか？ですね。この状態でもやっぱちょっとエデンの方が強いって感じ。どのぐらい、5万ぐらい上がりました？速度。そうですね。ちょっと、これ連撃です、自分の今使ってるの。ああ、なるほど。だから多分3万なんで、渾身シュバコトならシュバコトの方が強いかもしれないです。強いと思います。気持ちですけど。なるほど。でも確かにこれを見ると、エデンの2本目は、なんかちょっとエデンの方が強い時もあると思うんですけれども、はい、転生してヒヒを3つ入れるかって言われると、シュバコトで良くないかみたいな、そこら辺はちょっと人それぞれ価値観がありそうっていう感じですね。なるほど。いやでもこれ結構エデンがやっぱゼウスは最強っていう風なイメージ持ってる人結構多いと思うんで、これに関してはかなりあれかもしれないですね。なるほど。じゃあ、ちょっと、一個だけちょっと聞きたいことって、はい。ちょっとこのタイミングで聞いておきたいんですけど、なんかさっきメイン週末で持ってた、ルオー拳3エデン1岩盤点みたいな理想的な編成あったじゃないですか。はい、そうですね。あれが多分最終的な、結論になると思うんですけど、ルシ250が作れない人って多分結構いると思うんですよ。そうですね。ちょっと砂15個って、ちょっとハードル高いところじゃないんで、かなりハードル高いんで。いや、いかれてますね。なんかこれ多分普通はバブでやる人も多いと思うんですけど、そうですね。メインバブでやった時に、エデンを並べた編成と、ルオー拳3本でやってた編成で、どのぐらいちょっと、予測ダメが違うのかちょっと見せてほしくて。わかりました。ちょっと一回入れてみましょうか。エデン何本入れたらいいですか？多分絶対 3本以降弱いんですけど。エデン5本目とシュバコトってどっちですかね？多分シュバコトじゃないですか。シュバコトで、エデン入れると、あと。おー、シュバコトですね。なるほど。じゃあ、エデン編成組むとしたら最大4本。いや、ちょっと4本も怪しいですけど、どうなんですかね。ちょっと言い換えてみましょう。まあ、変わんないですね。もう50とかの差ですね。40。じゃあこれ渾身厳選したら全然抜けますね。そうですね。渾身厳選したら。これ多分あれか。メイン週末が渾身だからっていうのが結構前提として。まあちょっとね、誘惑にする可能性が非常に高いんで、ちょっと理由は。まあどっちにしろ、そんな強いかって言われたら、シュバコトでって話なんですよ。何が言いたいかっていうと。多分、その多少の差ね、レディマッターそんなね、関係ないと思います。作らずに待って、足りなかった時に考えてみようでいいと思います。もうこのエデン3本目なんか。でもなんか今の見てる感じだと、まあ週末マガの上石で今週持つかとかちょっとなんか状況が分かれそうなんですけど、やっぱなんかエデンが4本とか5本いる時代っていう感じじゃないですね、もう完全に。そうですね、もう2本で十分って感じだと思います。今の編成がメインバブで、予測ダメージが147万2500って感じですね。じゃあこれを、メインルシ内想定でルオー拳止めするとしてどんぐらい火力出せるんだろうっていう話ですよね。なんで、またなんか週末を上石にしてもらうみたいな感じになると思うんですけど。そうですね、ちょっとルオー拳使うときはもう上週末以外はちょっと良くないです。で、覚醒タイプの理由武器にすると上がるっていう話なんですよ。ここでこれが輝き出して始める。これスタージュどうですか？ HP も上がるスタージュだと。スタージュだとなお上がる。お、強い。160万。いや、これは。ついてるのが偉いですよね。いや、これは、もうなんかあれですね。メインルシとか関係なく、明確な格差ですね。これは完全に。ちなみに今、この状態で、このルオー拳3本ってどのぐらい乗ってます効果？これが、ダメージ上限で見るんですけれど、これ 19.41 っていうのが、ルオー拳の。19.41 じゃあもう結構詰められてるんですね。それで、これをルシフェル様にすると、どうなるかっていうと、けど、この特殊は、特殊は変わってないですよ。こう、本気入れられてるんですよ。はい。なんかそのメインルシの50 HP アップは結構効いてると思ってたんで、
エデンの単体火力だとどうかなって思ったんですけど、エデンよりもルオコブシの方がやっぱり。そうですね。まあでも、明確な違いとしては、まあその連撃率をまあ考え出すと、まあ、ネファンを押すかどうか次第ではい変わるって感じですね。はいそうまあ、ざっくり言うと、まあ、このアルテミスとハルバルで50なんで、残り50なんですよ。キャラとこの武器でもらわなきゃいけない。うんうん、そうですね。まあ、ちょっとレニバじゃやっぱ、やっぱ近手じゃないと難しいかもしれない。あれか、やっぱレリバーだと、そうですね。なんか涅槃の2を削るのは、誘惑でやってましたね。ルオコブシがなかったんで。そうですね。まあ、やっぱ誘惑でルオコブシでいた方がいいんじゃないかな。そうなるとシュバコと入れたような編成に戻っていくみたいな。そう。まあでもやっぱ、近手があると、近手が 10% ぐらいあるんで、10数パーあるんで、10% ぐらいでいいんですよ。岩盤2本あると。となると、まあちょっと厳選すると、10% ぐらい普通に軽くつくんで、何も考えずに、なんと軽く TA 確定できるっていうのがいいところです。いやー、でもこれはちょっとすごい気になってたところを知れてよかったですね。まあでもレディーバなら結局、ポンチ削るのは誘惑にして別のもの入れた方がいい気もしますけどね。なんかスタートラインとしてそこから攻めれるっていうのはすごいなんか一つの選択肢としていいですね。そうですね。はい。なるほど、わかりました。ありがとうございます。なんかレディバについてはかなりわかりましたね。まあレディーバだったらやっぱルーコブシ別にいなくていい気がしますね。誘惑にして、涅槃に削った方がきっと強いです。はい、わかりました。じゃあ、今、レリバーについてはだいぶ知れたと思うんで、次、あれですね、そのルミナス拳の時にどういう風な感じの編成になるかっていうところをちょっと教えてほしいですね。そうですね。最終的な理想編成がどうなるかっていうところをちょっと見たいですね。そうですね。自分は、普段使いとしては、ルオコ拳がね、本当に最強かどうかは、結構自分の中ではまだ結論が実は出てないんですけれども、ちょっと、このオメガ、今ね、ちょっと肉を作ってて、ちょっとあれ違うんですけれども、闘争って考えておいてください。連撃ですね。はい。そうすると、これ実はもう TA がこう綺麗になってるんですよ。スキルで言うと、22%。今さっき、ここは、これ召喚してっていう前提なんですけれども、50、残り50で22なんで、この時点で 72% 漏れてるんですよ。で、これで、ってなると、もう、確かに、そうですね。基礎ステ込みにすれば、もう拳得意キャラが 100% ですね、それで。なるほど。で、ここで、多分、あれなんですよね。偉いのが、その、近手の連撃がすごい偉いんですよね。そう、12%、岩盤より強いんですよ、連撃自体は。で、ふんわり考えてるのが、ここをエディンを岩盤にするかみたいなね。でそうするとね、これが、闘争じゃなくて渾身でいいんですよ、多分。これで 82% 漏れてることで、これ、岩盤だとね。18% ぐらいだったら、それこそ今さっき言った覚醒で5引いて、基礎で3引いて、残り 10%。もう耳飾りとか指合わせて 10% なら割とまあいいね。はい。グランブルーファンタジー好きな人ならきっとできる範囲だと思うんでいきなりぶん投げてきた。涅槃に関してももう地で 10% 持ってるし、フロレンスは、ちょっと無限さんと一緒で気合で 10% 漏れればってなると、結構岩盤2本になると、これはこれで強そうなんですよ。だから自分は岩盤2本目ってどうなんだろうっていうのを作ってみたいなって感じです。ああ、そうか。でもこうなってくると、主人公以外のキャラも流るんで、メインルシになってみたいな感じですよね、理想が。でもあれですね、なんか涅槃の2を削るっていう風なところに、どれだけ重きを置くかによって、その岩盤とか、そういったところの優先順位がちょっと変わってくるみたいな。そうですね。っていう。涅槃自体のその網の演出自体は結構軽い方だと思うんですけれども、近手の編成、あまりにも相性が悪い。火ダメージで避けるなーって感じ。避けるなピカチュウって感じです。食らってカウンターダメージ与えたいよねみたいな話ですよね。ついでにこの子もマジで避けるなピカチュウって感じです。避けるなピカチュウはちょっと鬼畜すぎる。当たれみたいな。てかね、回避率が上がるから、ほら、回避率防御が落ちるんです。1がね、弱体落ちるだけなんで、
近手編成で2を押すのは結構ナンセンスっていうか。確かに言われてみればその通りですね。そうなんです。だからね、ここまでこう割となんか連携率こいつ熱く語ってんなって思うかもしれないですけど、熱く語らざるを得ない理由があるんですよね。そう結構避けるんで。わかりました。またこんな感じでその、ルミナス拳の近手編成は組んでいくって感じですね。そうですね。じゃあ最後にこの移行についてなんですけど、今手動編成を主に話してきたと思うんですよ。その時は多分ハルモニア2、エデン1で岩盤がどうかみたいな感じで来てたと思うんですけど、結構なんかリスナーの人ではやっぱフルオートとか両面をする機会がある人も結構多いと思うんですよね。そうですね。グリさんがそのフルオートで両面編成を組むってなった時に、そのアークとかの優先順位ってどういうふうに考えてますかね。僕の結論としては、別にアークそんなにいらないんじゃないかなっていうのは、こう結論から言うと、なんでかっていうと、別にルームコースでいいんですよね。結局アークって何がしたいかっていうと、そのフルオートでやっぱ HP もらわないと弾け飛んじゃうよってことだと思うんですよ。弱体耐性上がるとかクリが上がるとかいろいろあると思うんですけれども、でも一番の目的的に HP がないと死んじゃうから盛るっていうことだと思うんですよ。そうなった時に実はこの、ルーム拳が、3あるちょっと前提で話しちゃうんで、とりあえずそれで聞いてもらいたいんですけれども、ルーム拳さんとアークに両面で考えた時に、実はそんなに HP 変わんなくて、別にこう無料武器で HP もらえるし、フルオートする時ってクワトロさんどれぐらいでいつもこう HP 基準と考えてますか？古戦場想定で考えるとしたら、95ヘルぐらいの敵の短期だったら、多分3万前後ぐらいあればよくて、で、150ヘルぐらいになると多分5万前後ぐらい。で、200ヘルぐらいになると、多分7、8万あると安心かなっていうふうに考えてますね。7万3で7万8000、6万3って、ちょっと値段はカウントしないんですけど、結構フルートの基準を達してるかっていうと、多分これ達してると思うんですよ。見た感じ。でしかもルーオ拳の方が防御力が上がるで、アークとどっちかしか作れないってなると、アーク作るよりルーオ拳作った方がフルオートも結局強い。手動だとアーク絶対使わない、絶対じゃないですけど買う場面が限りなく少ないんです、でも結局その汎用性とかを考えると、アークと2択って言われたらルーオ拳の方が汎用性が高いと思うんですよね。ちなみにルーオ拳3とアークにプラス何か一つになった時のちょっとダメージを比較したくて、じゃあこれで比較しますか。はい。これで6万6000、7万1000、5万7000とかですね。なるほど。これで両面が、アークってことですね。そうですね。ちなみにこれ予測ダメージ今何万ですかね。94万ですね。はい。じゃあこれをルオ拳にすると、そうですね。ちょっと火力自体はここの方が高いかな。こっちの方が耐久が高いって感じですけど。あれないですもんね。その防御アップ要素がないですもんね。アークのさっきの編成だと。そう、こっちだと6万4000、6万9000。多分今さっきより2000ぐらい少ないぐらいなんですよ、これで。ほぼほぼ変わらずって感じですね。そう、2000少ないぐらいなら防御力と上限上げた方が強いっていうのは自明の理でみたいな。なるほど、そうか。でもこれあれですもんね。なんかこの今エデンが入ってる枠とかは、多分なんか結構光ってフロート浴びだめキャラ多いんで。フロートならこの岩盤アーク1本とかでもいいんですけどね。どっち作るかって言われたら、それはルオ拳作った方が手動でも使えるし、フロートでもそんな大差ないところを見ると、なるほど。じゃあこれ今両面でルオ拳とアーク編成を比較してきたんですけど、メインルシにした時の火力と HP 見てもいいですかね。ちょっとさすがに片目でアーク使うのはちょっと良くないと思うんで。そうですね。普通に岩盤でさっきのやつでいいんで。ちょっと下がりましたね、さすがに。こうなると物足りないなと思ったらスタージュでもいいしみたいな火力は下がりますけどね。なるほど。これなんかちょっと難しいですね。その人によってどこを目指すかによって、だからアークとかルオ拳の優先度が人によって認識が変わりそうな
感じしますね。結構なんか一般的な人の目線で考えると、ルオコブシ3を揃えられる人って多分ほぼほぼいないと思うんですよ、光子船長までは。まあなかなか難しいですよね。そうですよね。って考えると多分ルオコブシ1もしくは2持ってるみたいな前提であれば、両面でやるときはもうなんかあれですよね、アークもルオコブシも欲しいみたいな。そうですね、両方入れるのが一番丸そうですね、それは。確かに HP 上げて、そうですね。で、2-2で組んで、リンネ2本とか、1本エデンスとか。そうですね。になるんだけど、まあ、両面だけでやるとかだったらアークでもいいけど、でもさっきみたいに、その、片面ルシ、250ルシを作れるみたいな感じの方向性で進んでいくんだったら、なんかやっぱりルオコブシ優先した方がよっぽど最終的には上限も上がって防御力も上がってみたいな。結局どっちもその使うってなるのはどこでも使える場面があるのはルオコブシの方が多いんですよ。確かにそうですね。最適がアークのところもあるとは思うんですけど、フルオードでね。さっき手動の話もしてましたけど、そこでもルオコブシが結構上限目的とかで入ってきて、で、C がついてて防御力も上がるからフロートでもルオコブシが入ってきてってなると、やっぱなんかアークを釣るよりも多分よっぽどルオコブシ優先した方が汎用性も高いし長く使える。まあコスパがいいって感じですね、比べると。フロートとかにやってくるとやっぱあれですね、ルオコブシの重要性が結構高まってきますね、手動とかよりも。いやーでもこれは実際に見ないと分かんなかった。アークが HP も上がってバイタリティと相性いいっていう風に自分思ってたんで、アーク2本はもう脳死でとってもいいかなぐらいに思ってたんですけど、こう考えてみるとなんかあれですね、やっぱなんかルオコブシとアークのバランスは難しいですね。そうですね、自分はでも使ってないですよ、アークほとんど。そうですね、メインルシも持ってて、ルオコブシ3本持っててってなったら本当にアーク使う場面少なくなりそうですね、かなり。そう、かなり局所的なんで。まあそうですね。まあそもそもなんかルオコブシの素材が1本しかないとかだったら、まあなんかアークと釣ってルオコブシと釣っても全然ありなんですけど、最終的な一番効率のいい、なんか無駄になる武器が少ないとかって考えるとこうなるってことですね。そういうことですね。いやー、これマジで勉強になるな。こんなんわかんないな、ルオコブシ持ってないと。そうですよね、ルオコブシかなりそのバイタリティだけはなかなか分かりづらいんで。なんか前回アミコ戦場、やっぱなんかフロートする上でも、250ルシ持ってたらそれが最適になったんですよ。片面ルシみたいな。純白の翼とかはなんか弱体回復1個するとかバカ強いですからね。で、結局なんかあれじゃないですか、闇って、そのハルマラ探検とか、そのリッチョノとか顔なしで強い武器多かったんで、まあ、自分は馬房のいっぱい持ってたんで馬房のやつなんですけど、なんか、ハルマラ探検3、リッチョノ2、あとフォールンとか、そういう感じで片面ルシで、その技巧に頼らない編成が最適だったところも結構あったみたいで、闇で。最終的な着地地点見据えるんだったら、本当にルオコブシ優先が、なんか正しそうな気がするな。そうですね、やっぱ言われてるのは、やっぱルオコブシ1か3って感じ、0か1か3なんで。結局バイタリティと一番相性いい武器がバイタリティになるから、そうなんですよ。ルオコブシに相性いい武器何かというと、ルオコブシなんですよ。いや、これちょっと今もう気づいちゃったんですけど、もうあれじゃないですか、日付的には、今日、4月30日にこれ撮ってるんですけど、今日からレジフェスだから、あと12時間で来ちゃうんですよ。ちょっとこれ、急いで編集してフェス中に出せるようにしますわ、これ。そうしないと多分、ルオコブシ撮りたくても撮れなくなっちゃうんで。だから、やったら2本目の岩盤、取る気満々っていうのは、もうあと12時間ぐらいで自分はこう、天の女王をするってことですね。する気満々ってことなんで、これ。わかりやすく待機してるって感じですね。あー、そういうことか。なるほどな。わかりました。いや、でもすげえなんか、移行ラインとか、強化水準についてわかりましたね。いや、本当にありがとうございます。次最後ですね。じゃあ、石ですね。で光の石だけで、とりあえず考えると、一番いいんじゃないかなと思うのは、これです。もうなんかさっきから散々話に出てるけど、やっぱりこれなんですね。これは、まあ、光の石なんですけど、全属性で強いです。とりあえず作って、今、使う場面多いし、最近フレンドの募集が F2? この、前まで、オーリュ置いてたところに、ここにルシフェル置くのがちょっと流行ってるんですよ、実は。いやー、そうなんですよね。もうなんか、あれなんですよね。トレンド変わってるんですよね、上位層の間で。そうなんですよ。お友達圏にもなりつつあるという。まあ、強いです。もうフロートでも強いし、手動でも強いし、お友達も増えるし、もう悪いことはないです。
ついでにステイシにもなるんで強いです。いやマジネックは、マジでネックは砂っすね。砂だけがネック。砂、本郷も結構いるんで、ちょっとね重いとは思うんですけれども、バハムート作るより全然ルシフェルの方を作った方が今はいいと思います。じゃあもうルシアも全属性で使えるんで、光属性っていうとちょっとあれかもしれないですけど、ティア1ですね、これが。で、さすがに、使うかどうか置いといて、ゼウスやる人なら、これはちょっと持ってないとそもそもお友達が集まらないので、自費で使うことはないんですけれど、持っといた方が、自分持ってないけど集めれるよって人はいらないと思うんですけれども。なるほど、そういうことか。メインルシ250がある前提だったら、もう両面ゼウスもしないからってことですね。そうなんですよ。ルシがあったら、いらないんですけど、ぶっちゃけもう最近 GC ゼウスなんてほぼほぼ使わないなっていうのがあれなんですけれども、コーナーレイダーは別かもしれないですけど、確かに。でもコーナーにでも両方室とルシフェルあれば生きちゃうんですけどね。さすがに自分ゼウス持ってないのにゼウス貫突70人75人募集しますって言って来るかって言われたら絶対来ないんで絶対切られるんで、作っときましょうってやつですね。じゃあメタトロンとか多分もう必須級って多分もう誰が考えても分かるんで、メタトロンとか置いといてもらって、でここからちょっとオプションの日というか、強くなりたいとか、余裕があるとか人向けって感じなんですけれども、とりあえずこの光古戦場に関してはこれの貫突部分は結構でかいです。アルテミスがその次ってことですか？そうですね、自分はいくつか理由があって、当然このサブ装備時の HP が上がるっていうのはルオー拳を持っている人に関しては非常に大事な一部になってて、でもちろん追撃効果が上がるっていうのは非常に大事なんですけど、もっと大事なのが連続攻撃確率が 40% になる、 TE が 40% 上がるっていうことが大事なんですよ。ちょっとウーブの言ってたネファ2を押すか押さないかとか散々話してきましたよねこれ。ウーブの根幹に関わることなので結構大事です。確かにここまで話を聞いてる人なら錬金技術がいかに重要かっていうところも理解してると思うんで、その時に大事だと思うのがこのハルマル。これも錬金技術じゃないですか。ハルマルよりテミスを優先したかっていうと、テミスの方が貫通した時に追撃容量が増えて HP が上がるんで、アルテミスの方が大きいがでかいよねってことです。なるほど。ハルマルがなくても TA 確定するんだったら別にハルマルいらないですもんね。そう、ちょっといると思いますけどでもどっちか作れって言われたらテニスの方が、全属性で使えるのはハルマルなんでちょっとほぼほぼ同率ですけどね。でその次にルオですね。ルオとりあえずまずサプチ系取るところからそれだけでも強いんで、余裕があれば関東作る。あまりにもでかいさ。それこそこれも実は TH が変わってきてて、岩盤の近手とかの TH が変わってきちゃうので出たそういうことか。もう光はね、この3枚全部大事なんですよどれかって言われたらすごく言いづらいんですけれども全部大事ですよ、で人によっては使うかもしれないマナダイバーを使った服とかで使えるんじゃないかみたいなのが言われてるんです。この刻印付与っていうのはこの一文が、マナダイバーと相性いいので、開幕からリヴァイアさんのあれを発動できるかみたいな。そういうことですけどわざわざ作る方ではないです、持ってると便利だねぐらいです、以上です。ちょっと質問なんですけど、はい、トールとかってどうです？今のところちょっと自分200に関しては言えないんですけれども、150に関しては使わないと思います。で当然95も使わないです。これあれですよね、貫突すると追撃が2ターンつくみたいなのが2ターン 50% 追撃なんですけれども、ちょっと今回はでそんなないかもしれないですね。150でないんですね。
使わないですね、150は。今回150って2ターンか3ターンで締めることになるんですよ。その時にバブ投げようと思っても、これ目にしたらバブが投げれないんですね。200ヘルがよほど速くないと、さすがになんか難しいですよね。150ヘルの効率を抜くみたいなのは。今ちょっと怖いのは、この間の闇子戦場で使われたみたいに、ここら辺がハンドル強いよみたいに言われたらちょっと泣いちゃうんですけど。でも、闇より、締めるチャンスが短いんで、そこまで、って感じはするんですけどね。まあ、難しいですね。あれなんかあれですよね。その上限高いけど火力が出せない分をバフで補ってたみたいなところもあったんで、あとあれですよね。渾身維持するためにカットも必要で、みたいな。いろいろ難しかったですもんね。アヌビスを闇で使ったっていうのは。ここら辺もワンチャンって言われてますけど。何ターン追撃なんでしたっけ？ 3ターン追撃。またやっちまで混ぜるみたいな感じですか。いやー、怖いな。まあ、でもあれですよね。さっきの話で言うと150ヘルに関しては、そのアドラメルフとかヘクトルとか、現状使わなくて通る部っていうのはあるので、作る必要はないと思います。わかりました。じゃあまあ召喚石に関してはこんな感じですね。はい。では、いやなんかすごい興味深い話がいっぱい聞けて、も自分としてもかなり勉強になる一日でしたね。いや、では本当にグリさん本日はありがとうございました。日々こちらこそいろいろありがとうございました。で、なんかそのオープニングでも言ったんですけど、今回はこの武器と召喚石っていう風なところにフォーカスを当てて対談したんで、キャラ厳選とか、そのムーブに関しては、この次の対談でやろうと思うんで、ぜひそちらもお待ちくださいっていう風な感じですね。と言ってももうなんか、実際に今撮ってる日付の次の日には収録するんでこの動画が出てる頃にはもう収録してると思うんですけどそれこそレジフェスも多分終わりかけてて、結構ルオー拳頑張ってどうなの急いで取らなきゃみたいな人がいるかもしれない。なるべくちょっと頑張りますよ。なるべくそのレジフェスに間に合うように。で、ルオー拳取るの最後っすからね、この古戦場手前は。それが良くないですよね、今回。せめて2回チャンス欲しいですよね。いやー、本当に。だって、ムーブをなんか詰め切れないような状態で、いきなりなんか最後のチャンスって言われても、なんか頭おかしくなるじゃないですか。そう、なかなかそれでね、その中で突っ込むのか、行くのかって言われたら、怖いなーっていうのはすごくわかります。なんかそういう風なところでかなり迷う人は、でも全然多いと思うんで、そういう人たちのために、いい今回の対談になってればいいなっていう風に思います。一人でも参考になってるのかな、なってると嬉しいな。いやー、本当にでも勉強になった。グリさんから何か告知することとかってあったりしますかね？別に団長をやってるわけでもなく、何かのサーバーの管理人をしているわけでもなく、のうのうと身内なんでぬくぬくとぬくぬくと生活してるんで、みんな一緒に戦場を楽しもうね。はい。わかりました。ありがとうございます。光古戦場もね、もうなんか油断してるとすぐ来るんで。油断してなくてもすぐ、怖い。確かに油断してなくてもすぐ来る。もう数週間だからな。頭バグりそうになる。もう一回真剣に準備しても間に合わなそうっていうのが今回の古戦場の特徴。はい。ということで、この動画があった近日中にムーブとかキャラ厳選とかっていう風なところに関した対談も上げると思うんで、ぜひそちらもお楽しみにお待ちください。で、古戦場まで日が近いっていう風なことで、前回のその闇属性の時もやっててめちゃめちゃ大好評で、すごい人が来てくれたやつなんですけど、今回もガチで対談ライブっていう風なものをやろうと思うんで、日程は、5月6日の土曜日、5月6日土曜日の、夜23時からやろうと思います。だいたい1時間半から2時間ぐらいですかね。そのぐらいの尺の中で、リスナーの人で気になってることとか、あとなんか迷ってることとかの質問にリアルタイムで答えていきつつ、その編成実際に組み替えてどうなりますかとか、そういう風なところをちょっとやっていこうと思うんで、なのでお時間ある方はぜひそのガチで対談ライブにもぜひお越しください。お待ちしております。闇属性の時やばかったんですよ。本当に同説マックス900人とか。そんなにいたんですか？すごいですね。やばいですね。で、常時800人ぐらいいて、なんと、グラブルのライブ配信なのに、YouTube の、ライブ配信ランキングのトップ100に乗るっていう。すごっ。いや、ワホンさんすごいですね。名前出してはちょっとわかんないですけど。いや、もう周知の事実なんで、大丈夫だと思うんですけど、しっかり強化してて、神石やってる人に、直接話を聞ける機会ってほとんどないんで、いや、ぜひね、もう前回は、あれだったんですよ。質問いろいろ来てたんですけど、全員に答えられなかったんですよ。多すぎて。一人で、だいたい5分、10分かかりそうですからね、いろいろ試したら。なので、もう来た人新着で答えて、もうここで締め切りみたいになったんで、もし、
本当に聞きたいとか聞いてみたい、見てみたいことがあるっていう人は、時間狙ってね、来てもらえると嬉しいんで、そうですね、そちらもよろしくお願いします。はい、お待ちしております。ということで、本日の動画は以上となります。くだったっていう人は、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。